Hello everyone, I'm Sachi. At the beginning of this year, I met up with a childhood friend for the first time in 2 years. It happened at an intersection in the countryside where almost no one was walking around. I was on my way home from a photo shoot in my parents' neighborhood, walking on foot, and was idly waiting at a traffic light at an intersection. At the same intersection, my childhood friend, who was also waiting at the light in a small truck, noticed me. It felt like a scene straight out of a drama where you unexpectedly run into a former lover unforgettable in the most unlikely place and way. Later, I found out she had bought a Japanese house that had been vacant for a long time. The property included a main house, a detached house, and a large garden, and she's been working on renovating it all by herself through DIY. I've seen lots of girls on social media doing DIY interior design, but I've never met someone who goes so far as to tackle the foundation and the pillars. She's practically a carpenter already. For this video, I'll be asking her a question I received from foreigners about DIYing an empty house in a rural area of Japan. We were drinking and chatting while filming, so the vibe is pretty laid back. Still, there are some really interesting things to talk about, so I hope you'll enjoy watching until the end. Please note that the entire interview is conducted in Japanese. Make sure to enable English subtitles while watching. よし。幼馴染の綾乃さんです。どうも。綾乃ちゃんは一人でこの家を買っていつ買ったっけ？いつ買ったっけ？去年の去年か。去年の9月。去年の9月に買って一人でこの家を改装っていうのしてます。そんな日本家屋、はい、古い家を買った綾乃さんにほちょっと海外の人から質問が来ていますので、マジですか？はい。ぜひやばい。答えていただきたいですいけるかな？大丈夫かな？大丈夫。はい。じゃあまず一つ、空き家を購入するときと普通の家を購入するときはプロセスは何か違いますか？普通の家っていうのはまず普通の定義からしよう。そうやな、普通の定義って何や？なんかいろいろあるやん。もう注文住宅とかさ、自分で設計して、土地から買って建てる場合と、建て売りみたいな感じで、建ててあるものを買う場合と、どうしたらいいんやろ？まあ多分そういう普通の家は私の周りの普通の家の建て方は、まあ設計からいろいろ自分でこうがいいみたいなやつを、そういう設計士さんとかと相談して、こうしていきましょう、この仕様はこうしましょうみたいな感じで作っていきますよね。空き家はもうあるものを使うので、空き家の買い方もさ、プロセスめっちゃあるでさ。そうなの？違うの？いろいろある。私の場合は、不動産屋さんが間に入って仲介してくれた、し、もう持ち主から直接ね買う場合もあるし、その持ち主がなんかいらんでちょっといくらでどうみたいな感じで、で一応契約する時だけ不動産屋さん入れて、なんか契約書交わしてみたいなのもあるし、なんなら契約書交わさずに、なんか普通にやる場合もあるし、なんかいろいろあるで、だから難しいですね。私の場合はそうやって不動産会社が入って仲介してくれております。不動産が入ると契約書とかもいるの？
まあ、全部作ってくれるで楽やね。でもその登記、うん名前を変える登記っていうのがあって、それだけは不動産行政書士かに任せると高いんだわ。でそれは自分でやった。法務局に通って。よく自分でできた。慣れた。慣れた。何回かやってる。そんな。そうかそうか。もらったりとか。もらったりとか。意外と自分でもできる。なんか丁寧に教えてくれるで。むずいな。難しいね、この質問。パスパスはなしかな。パスなしや。パスなし。プロセス難しいね。何をそうか難しいなこれこの質問。まあ違うは違うわな。違う。よ。違います。違います。じゃあちなみにそれは簡単にできる、それとも難しいっていうのだと。空き家？そうやね。空き家の購入？不動産屋さんが間に入っとるで、別に私は何もお金を出すだけでよかった。だから簡単。難しさといえば、まあ見つけることとか、書類作るのは意外と難しいけど、売買契約書とか、登記の、それも別に任せれば簡単やし、まあ簡単やよ。難しいっちゃ難しい。そうとしか言えねえな。これなんか質問が難しかった。そうやね。ちょっと私もちょっとよくわからん。わりかし難しい質問だね。難しい質問飛ばしてるね、みんなね。そうだね。じゃあ次。はい。家のどの部分を改装するのが一番楽しみですか？楽しみ？そうですね。キッチンかな？キッチン。じゃあどんな風に計画立ててますか？キッチン？まだ先になるけど、今のキッチンの場所から場所を変えたいのね。その間取りを変える。だから今のキッチンの配管、排水とかさ、水とかさ、全部変えなきゃいけない場所を。でもう場所を変えるから、それを配管を変えて、でそこに新しくキッチンを設置するのだけれども、それがまあどんな普通にキッチンを買ってっていうか、もうあるものを使ってキッチンも作りたいから、どういう風に置くかとか、なんか水はどこで火はどこでとかも考えたり、収納を考えたり、まあする感じですかね。ほんで、ちょっと保健所の許可を取りたいので、許可を取って、なんか飲食店まではいかんけど、ちょっとなんかできるように準備はしとくみたいな。なるほどね。じゃあいつやんの？あっちの離れが完成してからやで、もう結構先やよ。来年って取り掛かれたらいいぐらいかな。じゃあその順番はどっから手つけるの？キッチン周り？まず解体、床を取る、畳とかを取る、解体ね。解体をしたら、水道とガスつなぎ直す。その前にもうキッチンはどうするかを考えとかなきゃいけない。配管出すところ決めなかんで、もうだから全てそう間取りっていうか、どういうセッティングにするかみたいなやつを決めなかんで、決めるのが一番最初かな。キッチンのレイアウトを決める、で解体、配管を変える、で配管変えつつまた大工仕事で直す、解体したところで、キッチンもどうするか、作るのか、あるやつをどこかから持ってくるのか、
で、あとは以上以上。以上。それってさ、その使うキッチンも決めとかなあかんの？まあでも決めといた方がいいよね。ある程度決めてからの方が多分どうにでもできるというか、配管やってからキッチン決めとったら、あれここがこうやってなる場合もある。そうだな。だからこれを使うとか、もうこういうのを作るって決めな、進めんかもしれない。はい。なんかミーハーには難しい選択やな。そうなんやってマジで。なあ、あれもいいこれもいいになるよな。そうなんやって。どうしたらいいやろう。おさまりはどうでしょうか。あ、いいですね。いいですか？いいですね。ちょっとハプニングが。本当ですよ。ハプニングがありまして。音声がね、20分間丸つぶれっていうね。はい。気を取り直してテイク2で。はい。この家を改装して住もうと思った主なきっかけは何ですか？何やったっけな。何やったっけ。何やったっけ。主なきっかけ。主なきっかけね。主なきっかけ。それはきっかけはあれですよ。もともとやっていた、DIY 工房を移転するというのが主なきっかけですね。はしょりすぎ？以上？さっきめっちゃ喋った。もともとやっていた DIY 工房は、工務店さんの一角を借りているような、間借りしている感じやったもんで、まあね、住むところもそこの事務所で住んでたし、いい加減自分のお家兼工房ができたらいいなと思っていろいろ空き家を探し始めたというのがきっかけですかね。そう。それでさ、なんかさっき聞いたけど、なんかしてその家を自分の家と別で工房も取っていうのは思わんかったって言って。思わんかったな。なんで？なんでやろ。出勤が嫌やったし生活自体がね、売り物ですから。なるほどね。はい、もう生活自体を仕事として、仕事も生活みたいなところで、そうだね、仕事と私生活の場は割と一緒がいいかなって。本当はあんま良くないやろうけどね。なんかそういうのさ、嫌な人おるやん。なんか仕事とは分けたいわみたいな。でも何から仕事で何から私生活か全くもう区別がないからね。この DIY。そう、なんかもう今やっとることが、だからもう同じでいいかな。なるほどね。はい、次。どうやってこの家を見つけ出しましたか？いいですね。この家を見つけ出したのはですね、この家見つける前は、もういろんな人にね聞いたり、空き家ないですか、空き家ないですかとか言って、でいろいろ見に行ったりしてね、しとったんやけど、一向になかなかピンとくるところがなく、でとある時にバローで友達にふと会って空き家探しとるんやってって言った時に、言ったけどね、って言った時に、あの不動産屋さんに聞いてみたらみたいな、面白いおっちゃんだよって言われて、そっかとか言って、もう次の日くらいに電話したんかな。早いね。そうでもう明確なっとったもんで、こういう風に使うみたいな、工房がこうで母屋が別でみたいなのを明確に言えたもんで、あそこやみたいな、あっちのおっちゃんがいいとこあるでとか言って、でもうすぐ見に行った。すぐ見に行って、で中とかも内見して、いろいろ本当は見なあかんところがあったんやけどさ、それもすっ飛ばして、ここでいいかなみたいな感じでふんわり決めた感じ。で
もなんかフィーリングってあるよね。そうね、もう山近いし、川近いし、なんか自然豊かやし、土地広いし、なんか触りがいがあるなみたいな。その、周りに聞いとったわけや、その空き家ないですかって、それはどういう人に聞いとった？空き家ないですかというか、空き家探しとるんやてみたいな話は、本当会う人に言っとって、友達っていうよりかはお客さんとか、DIY に、できとるお客さんとか、なんか関係しとる業者さんみたいな人とか、なんか話のきっかけで今空き家探しとるんですよみたいなのはちょこちょこ言っとって、で何かでも載したんやったっけな、私インスタか何かにも載した気がする。なんか絶賛空き家探し中みたいな移転先探し中ですみたいな。そしたらなんかそれを見たか知らんけど、日々に支店がある、なんか岐阜市やったっけ、なんかなんとか信用金庫の店長さんが来て、大臣かな、の店長さんが来て、実は空き家持っててみたいな話で見に行ったり、すごいいい空き家やったよ。なんでそれで進化？広すぎる。ちょっと手に負えんなみたいな、自分では。ここより広かったと。ここより広いし、ここよりお屋敷って感じの、もう古民家みたいな感じで、やるとしたら本当にお金がかかるし、自分一人で管理するのはちょっと難しいところ、そんぐらい立派なところやったね。だからまあいいところやったけど。じゃあ家を買ってからこれまでに経験やったっけ家を買ってからこれまでにした新しい経験やったっけ。家を買ってからこれまでにしたこれまでに経験したことを教えてください。これまでに経験したことか。そうです。まずまあ不動産売買が初めてやったから買うのが、そこからかな。不動産の売買で、そのなんか書類を交わしたり、相手方の人が来てなんか取り決めみたいなやつにめっちゃなんか名前書いてハンコをしたり、それは一番最初にした経験、で自分で登記、法務局に通って登記をして、っていうのとか。それがすごいよね、自分でやる。そういうのって別に弁護士とかいらんの？いらん。みんなつけるけど、弁護士というか、司法書士、けどできるでさ、自分でやる、コツコツやれば。でそれはどのくらいかかったの？それはなんか前に一回経験しとるで、割と形式は分かっとるで、ある程度作っていって、なんか法務局に相談窓口があるの、登記の、それも予約が取りにくいんやけど、もう1ヶ月先ぐらいまで埋まっとれん、でそこに予約を入れて行って、相談が30分できるのね、で30分相談して、でそこでチェックされるわ、バーって書いてくれるのよ、正しいの、でそれを私パソコン持ってってその場で直接直して、これでいいですかみたいな感じで、だから1発か2発ぐらいでいけたから。すごいね。でも1ヶ月ぐらいはかかったよね。1ヶ月かかった。そらかかるわな。何がかかるの？書類を作るのにかかる？いや、予約。じゃあ待ちそう、1ヶ月かかったけど待ち。そう、待ちほぼ。で、ほぼ一発に。そう。一発合格みたいな感じ。そうだね。解体。まず荷物の片付けから。私の大好きな空き家の荷物の片付けを始めましたよね。もともとそうなんやって、空き家に行って荷物を片付けるのは好きでさ、なんか昔のものとかいろんなその人んちのものとかが出てきて面白いやん。こんな生活しとったんやとかさ、なんかそうやって覗き見できるみたいな。だからもうここもすごい昔の人って荷物っていうか物を大事にするで、もうほとんど全てのものが残っとって、まず服とかね、もうどんだけ靴下あんねんぐらい、もうマジで靴下100足あったよ。マジ？そんぐらい大事にしとって、
それを処分するとこから始まり、ね、そういう荷物面白いよね。そういう昔の荷物を片付けるのもね、服とかも一個ずつ見てこうやってね、自分にあてがってみたりね、まあ割と楽しくそうやってね、片付けもさせていただいた感じかな。なるほどね。欲しいものっていうか、これはもったいないってやつは取ってあるし、捨てるやつは捨てて、あげるものはあげて、お金にするものはお金にして、全部そうやって仕分けて、はい、処分しましたね。素晴らしい。はい。で解体する。まず解体。本当に家がボロボロで、ひさしとかもボロボロで、なんかボロボロな小屋がいっぱい建っとるし、でそれをまず全部解体、バール一つで解体するという作業をしましたね。すごいね。一人でやったの？一人の時もあれば、おっちゃんとかなんか知り合いも手伝ってくれたり、解体して天井を壊したり壁ぶち抜いたりいろいろして、で土壁塗りと漆喰塗り、ね、これ砂、こっちがこの漆喰、そう普通のピュア漆喰で、これは砂が入った砂漆喰って言うんですね。砂が入ることによって、土壁の土壁のアクが出てこんように、分厚く塗れるからね。これ分厚く塗れるから土壁のアクが出てこんように、なるよみたいな、ナチュラルなままね。っていう話で出らしょった。そんな感じで新しいことをたくさんさせてもらってますみたいな。あれもそうじゃん。あれもそうやな。あれ経験やん。まあそうや、確かにね。基礎を作る経験な。基礎を初めて作りました。まず土木ってか最初のなんていうのあれ。長張り。出た長張り。長張りっていうのからありましてね。長張りというのは基礎を作る時の土地の水平の基準を取るみたいなやつ。まあ杭を打ち込んでなんだかんだやるみたいな。それからやって、ブロック基礎を一緒に作って、土間を打って生コン車呼んでね、生コン車呼ぶのとかも初めてやったな。すごいね。生コン車入ってきたな。自分で呼んだの？すごい。生コン車呼んで、その生コンがどんだけいるかの計算とかも初めてやし、なんか土地に対して。そんなのも自分でやるの？まあ大体なんかもう決まっとるで、ここの広さと厚さで何立米っていうのをなんか注文かけてとか、でそこの上に建てる建物の木も発注し、その木を今墨付けして刻んで、大工仕事みたいなのの真似をしてますみたいな感じかな。以上でした。こんぐらいかな。はい。縁も竹縄ですけども。縁も竹縄ですね。縁も竹縄ですかね。はい。もうちょっとなんかないですかね。はい。もうちょっと欲しいところですけど。終わるんですか。そうなの。欲しいところですけど、今回はさんへのインタビューは以上です。もうちょっとなんかないの。あなたにとっての幸せとはとかさ。それなんか変わってない？そう。それだってこのさ、家絡んでこんと。家絡ましたいのね。そう。この家を DIY している日本人女性。そうか、大丈夫？なんか大丈夫これ？いいやって、それに対しての質問やったね。いいっす。今回はこれでいいです。はい。で、質問がある人はぜひコメント欄にコメントしてください。お願
願いします。またねまたね。